イーロン・マスクさんの報酬問題が今再び大きな波紋を呼んでいます。キャシー・ウッドさんはこの報酬案を全面的に支持。一方で ISS という機関投資家向けの代理助言会社は明確に反対の姿勢を取りました。そしてその裏ではデラウェア州の最高裁で過去の報酬プランをめぐる裁判が再び動き出そうとしています。おはようございます。ケンです。今日はテスラを支える経営、株主、そして司法、この3つの力が今同時にイーロン・マスクさんをめぐってせめぎ合っています。今日はこの三つどもえの構造を整理しながらテスラの未来について考えていきたいと思います。まず結論から言います。この報酬問題は単なるお金の話ではありません。テスラが今後10年、どんなリーダーシップで、どんな価値観で成長していくのか、その方向性を決める象徴的な戦いなんです。では、何が起きているのか、まずこちらから整理していきましょう。テスラが株主に提案しているのは、イーロン・マスクさんへの新しい報酬パッケージ、最大で1兆ドル、つまり日本円で150兆円近い規模にもなるとされています。もちろん現金ではなく、達成条件付きのストックオプション。条件は非常に野心的で、テスラの時価総額が 8.5 兆ドルを超えること、ロボタクシー事業が確立すること、人型ロボットオプティマスが商用化されることなどが挙げられています。つまり、テスラが未来社会のインフラ企業へと進化する、これを前提とした報酬設計なんです。しかし、これに待ったをかけたのが、ISS とグラス・ルイスという代理助言会社。彼らは世界中の機関投資家にこの報酬案には反対票を投じるべきだと助言しました。理由は明確です。報酬額が課題であること、そしてイーロン・マスクさんが複数の会社を率いていて、テスラへの専念度が不十分であること、さらにテスラの取締役会がイーロン・マスクさんに依存しすぎており、経営監視が機能していないという指摘もあります。一方で、キャシー・ウッドさんは全く逆の立場を取りました。アークインベストの創業者であり、テスラ株を長年にわたって保有してきた彼女は、この報酬案は株主の利益にかなうと明言。イーロン・マスクさんこそがテスラの成長の核であり、彼のビジョンを支える報酬でなければ意味がないと主張しています。さらに彼女は代理助言会社の存在自体にも問題提起しました。機関投資家は自分たちでリサーチせずに助言会社の意見に従って投票している。これは投資制度として壊れていると強い言葉で批判したんです。この構図を一言で言えば、キャシー・ウッド vs ISS ですが、実際にはもっと深いテスラという企業の本質に関わる問題です。ISS が重視しているのはガバナンス、つまり経営当時、経営者が暴走しないように監視をし、株主を見守る。それは市場の安定性を保つために必要な視点です。一方で、キャシー・ウッドさんが見ているのは、イノベーションの推進力。巨大な変革を起こすには、リーダーに自由とリターンを与えるべきだという考え方です。この両者の違いをもう少し噛み砕いて説明します。ISS の理論はこうです。報酬が大きすぎる。成果が出る前から株式を付与することは株主の持ち分を希薄化させるリスクがある。さらにイーロン・マスクさんはスペース X や XAI など複数の会社を同時に率いており、テスラに集中できない。取締役会の独立性が欠如しており、意思決定が公正に行われていない可能性がある。つまり ISS はイーロン・マスクさん個人への信頼ではなく、制度としての健全性を見ているんです。一方で、キャシー・ウッドさんの論理は全く異なります。イーロン・マスクさんがいなければ、テスラは今のテスラではなかった。彼のビジョンこそが価値の源泉であり、それに見合う報酬でなければ、イノベーションの持続は不可能。彼女はこの報酬案をイーロン・マスクさんをテスラに引き留めるための合理的なコストとして捉えているんです。この視点の違いをどう捉えるのか、実はここに今後のテスラ株を見極めるヒントがあります。株主の中には、この報酬案が通らなければ、イーロン・マスク
マスクさんはテスラを去るかもしれないと懸念している声もあります。イーロン・マスクさん自身もこの報酬が認められないなら私は他の場所に注力すると発言したこともあります。つまり報酬問題は単なる金額ではなく、イーロン・マスクさんがテスラに留まるかどうかという問いに直結しているんです。ではもう一つ重要な動きを見ていきましょう。それがデラウェア州での進行中の裁判です。2018年、テスラはイーロン・マスクさんに対して560億ドルの報酬プランを設立しました。しかしこの報酬をめぐって一部の株主が訴訟を起こし、取締役会が独立していなかった株主への説明が不十分だったと主張。今年初めデラウェア州の裁判所はこの報酬プランを無効と判断しました。テスラはこの判決を不服として現在デラウェア州の最高裁に上訴中です。つまり過去の報酬と今回の新しい報酬が法廷と株主総会という2つの場で同時に審議される。これは異例の状況です。デラウェア州はアメリカの企業法の中心地。この裁判の結果はテスラだけではなくアメリカ全土の上場企業に影響を与える可能性があります。もし最高裁が再びテスラ側に不利な判断を下せば、今後経営者の報酬の設計や取締役会の構成により厳格な基準が求められるようになるでしょう。はい。では、ここから見えてくるのは、テスラが抱える経営リスクの新しい形です。技術や製品の問題ではなく、ガバナンスとリーダーシップの関係性というもっと根本的なテーマ、この構図をどう乗り越えるかっていうのがテスラの次の10年を左右します。では、ここで少し他社と比較してみましょう。アップルのティム・ティック CEO の年間報酬は約1億ドルと言われています。アマゾンのアンディ・ジャシー CEO も数千万ドルの規模です。それに比べるとイーロン・マスクさんの報酬案は桁が違います。ただし、報酬の形も違います。現金ではなく、成果を出した時だけ株式で支払われる。つまり、成功すれば巨額、失敗すればゼロ。この非対称性がイーロン・マスクさんの報酬の本質なんです。では、テスラの株主の僕らはどう見るべきなのか。短期的には報酬案の可否が株価のボラティリティを高めます。否決されれば、イーロン・マスクさんの離脱懸念で下落リスク。可決されれば、イーロン・マスクさんの続投安心感で上昇要因。しかし、本質的には、この報酬問題は、イーロン・マスクさんの後のテスラ、これをどう設計するのかという問いにもつながっていきます。イーロン・マスクさんが永遠に CEO を続けるわけではありません。その時テスラがリーダー不在でも機能する企業になれるのか、それが真の課題です。キャシー・ウッドさんはこの点を見据えています。彼女はテスラを単なる自動車メーカーではなく AI とロボティクスを軸にした未来社会の中核企業と見ています。その構想を実現できるのは現時点ではイーロン・マスクさんしかいない。だからこそ彼女はこの報酬案を投資と考えているんです。一方、ISS は制度の健全性を守ろうとしています。彼らの視点は冷静であり、過剰な経営者依存を防ぐためには必要なブレーキです。つまりこの対立は正義 vs 悪ではなく理想 vs 現実のぶつかり合いなんです。では、ここから何が見えてくるのか。もし報酬案が可決されれば、イーロン・マスクさんのリーダーシップはさらに強化されます。テスラは AI、ロボタクシー、オプティマスなどの新しい領域へ一気に舵を切るでしょう。しかし取締役会や株主の監視が弱まるリスクも伴います。逆に報酬案が否決されれば、テスラは一時的に混乱するかもしれません。イーロン・マスクさんのモチベーションの低下や部分的な離脱の可能性もあります。しかしその一方で、イーロン・マスクさんの後の経営者基盤、これを作る契機になるかもしれません。皆さんはこれどう思いますか？イーロン・マスクさんの1兆ドル報酬はテスラの未来を切り開く正当な報酬なのか、それとも企業ガバナンスを揺るがす危険な前例なのか。テスラの株主総会は11月6日、そしてデラウェア州最高裁の判断もその直後に下される見込みです。この数週間がテスラの未来を決定づける分岐点になっていくでしょう。はい。
ということで、本日の内容は以上になっていますけれども、最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は少し下げて、現在445ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今、株式会社 SI ソーラーさんと太陽光や蓄電池に関する情報発信を始めました。SI ソーラーさんの公式 YouTube チャンネルで行っています。もしこういったことが知りたいなどあれば教えてください。質問大歓迎です。その質問を SI ソーラーさんの方に送って、その回答を YouTube でお答えしていきたいと思います。基本ショート動画がメインになりますが、質問などに関しては長尺も作ってしっかりと太陽光の知識、これがつくようなチャンネルを作っていこうと今いろいろと SI ソーラーさんの話しながら作っています。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。YouTube チャンネルは概要欄で紹介しています。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。